はじめまして。私、江崎浩二と言います。2年生大学のこのジェネシス・インターナショナル・カレッジが創設しますと、私はチャプレンということになるんですね、学校の。ある意味で学校の、牧師という立場に、司祭とか牧師という、そういうことで、なります。それで、今日は将来そういうふうになるわけなんですけども、ちょっと私の個人的な今までの英語に関わる経験についてちょっと皆さんとお分かちしたいと思いますので、ちょっと本当に短い時間ですけども、ちょっとお付き合いください。でまずですね、私外国ということで、特にそのアメリカに興味を抱いたわけなんですけども、実際私アメリカに留学しました。でその留学するきっかけは何だったのかなっていうことなんですけど、それは私が中学校の時の歴史の教科書だったんですね。でその歴史の教科書っていうのは、ずっと日本の古いところからずっと勉強して近現代のところまで来て、ほとんど近現代のところ来ると受験に近くなってもさらっとってほとんど学校の先生もその辺のところをですね触れることもなく時が過ぎて授業が終わってしまうんですけども、私はずっとこう教科書を見てた時に真珠湾の攻撃の写真が教科書に出てたんですね。でそれが僕にとってねすごくこうインパクトがあって、でそれで一体これどういうことなんだろうということがあってですね、それでその思いがすごく強くて、将来、私はアメリカに行ってみたいという思いを持ちました。でそのことは後になってから私の父親が浩二お前が中学校の時に、大きくなったらアメリカに行きたいっていうことを言ってたっていうことはもう聞いてたと。だからいつかはアメリカに行くんだろうなっていうことはもう分かっていたっていうことは後から父親が僕に言ってくれたんですね。それで学校はですね東京の慶応に行きました。でそこで経済学を勉強したわけなんですけれども、で、入ってからすぐ英語をやらなきゃいけないなという思いはあったんですね。なぜかというと卒業した後にアメリカの方へ行くっていうことなんですけど、しかしよく考えてみるともう授業、英語って言ってももうこういうふうでしたね。やれる時はグッとやるんですけど、また全然やらない年もあったっていうことだったんですね。でそれで外国の大学で何を学ぶかっていうことについての一つの僕のエピソードを言います。先ほども言いましたように学部は経済学部だったんですけども、正直言ってそれを極めようなんていう思いはなかったんですね。でだけれども、その学部に自分が所属していたと。だからもう一応学部を卒業してしまうと次どこ行くかというともうビザの関係からもう大学院っていうところしかないんで、結局そこへ応募したわけなんですけども、それで皆さんちょっとお分かりしたいのは何かというと学部で経済学をやっていたからということで、じゃあ次も経済学なのかなっていうことでもそういうふうに応募してたんですが、向こうの大学にも。そしたら大学のゼミの先生がですね、ある時僕をですね研究室に呼んだんですよ。でそれで江崎君ここに座りなさいって言うんで、はいって言って座ってですね、そしたら先生が何を僕にしたかっていうと、もう英語の経済学の教科書をですねボンと僕の目の前に置くんですね。でそれで先生が僕に何を言ったかというと、あなたこれやりたいっていう言葉だったんですね。でだからなぜ先生が僕にそういうことを聞いたかっていうのは、2年間のゼミの生活をやってる時にほとんど僕はその経済学っていうことについて先生のところに行って聞いたっていうことないんです僕は。もうだからいかになんていうのかな、そのこと自体に興味がないっていうことがもう先生には分かるんだと思うんですね。本当にそれがやりたいっていうんだったら食いついて、そして先生こんなことこれ言ってるけどこれ一体何なのかなっていうことを聞くんだろうと思うんだけど、私全然やってなかった。与えられたことはやってました。でもそれ以上をやるっていうことで先生のところに行って聞くっていうことは私
私やらなかったです。だから僕を呼んだんですね。でじゃあエサイ君、あなた一体何がやりたいのっていうふうに聞いたので、僕はその時に、政治学がやりたいというふうに言って、そしたら先生がそれならもう全部応募用紙を変えなさいと、で経済学じゃなくて政治学の方にもう一度願書を取って、そして取り寄せて、それをもう一度出し直しなさい、で私の推薦状を書いてあげるからっていうことで書いてくださったんですね。だから何を言おうとしてるかっていうのは、今までやっていたからとかですね、あるいはそれに慣れ親しんでいるからっていうことで、もしそれが本当にあなたが好きなことならばそれはいいと思います。やってください。でもただ今までこうだったから、今までこれやってたから、じゃあ次もっていうことであるならば、本当にそれが自分にやりたいことでないならばやめた方がいいと思います。だからその時にはやっぱり自分自身に向かって、自分は本当に何が学びたいのか、自分は一体何がやりたいのかっていうことをもう一度問い直す必要があると思います。それはアメリカではいくらでもそんなことできます。だから今まで、例えば日本だと理科系とか文化系っていうと、文化系の人はもうなんか理科系にはいけないようななんですか、ものの縦割りみたいなものの考えがするけど、アメリカの人ってもう文化系であろうが、文学やってた人の医学部に行くとかですね、もうそういう移動はね、いくらでもあるんですね。だから理科系であってもまた文学をやるから勉強するとかっていうこともあるので、そういった意味での本当に自分が今何がやりたいのかなっていうことをやっぱりよく自分自身に問いかけていただきたいということですね。でそれで、応募してどこへ行ったのかというと、ペンシルバニア大学というところなんですけれども、そこから入学許可が得たから行きました。でこの大学はどういうところかというと、ベンジャミン・フランクリンって聞いたことありますか？でベンジャミン・フランクリンってどういう人かというと、タコを上げてですね、そこに鍵をくっつけて、それで雷が落ちてですね、で雷が電気だっていうことを見つけた人なんですけども、そのベンジャミン・フランクリンがこのペンシルバニア大学の創設に関わったそういった学校なんですけれど、でこれはフィラデルフィアというところにありまして、それでちょっと年代のギャップあるんですけど、映画でシルベスタ・スタローンのロッキーっていう映画知ってます？知ってますか？はいはい。だいぶ前の映画なんですけど、最近それのちょっとなんてリメイクじゃないけど、それの新しいのでクリードという映画が今出てますので、もしあれだったら見ていただくと分かると思うんですけど、そのシルベスタ・スタローンのロッキーの映画が撮影されたのがフィラデルフィアです。でその彼のロッキーの銅像がフィラデルフィアの美術館の前に立ってるんですね。でそういうところです。それでとにかく大学のキャンパスはですね、非常に歴史があって、それから趣のあって、それから非常に木が多くてですね、非常に落ち着く、そういうキャンパス、大学のキャンパスでありました。それでもう大学の周りもあまり郊外ではなくてですね、バスとか地下鉄が走っていまして、本当に学生にとっては非常に楽っていうか、もう自転車もいらないし、あるいはもう街にこういった街のダウンタウンに行くにも近くてですね、本当に便利なところにある学校でした。で学校に着きますと、まずすぐ何をやるかというと、学生登録ですね。でそれから寮生活のためのいろんなベッドのカバーを買ったりだとか、いろいろやらなきゃいけないということで、あちらこちらもう歩き回りましてやりました。それからもう一つは銀行口座を開くということですね。で僕が行ってた時には、アメリカはクレジットがなくて、もう全部小切手なんですね。チェックっていうのがあって、でチェックに日にちと、それから誰に支払ったかっていうのを書いて、それから自分の名前をサインして、例えば10ドルなら10ドルって書いてピッと切ってそれを渡すっていう、そういう制度があったんですけども、そんなのやったことないですよ、日本で。だからもう本当にそういうことでびっくりして、戸惑ったっていうのを覚えてます。それから次に、まず学校へ入って、何があったかっていうと、最初のセメスターにですね、シラバスショックっていうのを受けたんですね。で何かシラバスって何なのか、ちょっとごめんなさい、これ本が並べてあるの写真なんですけど、シラバスっていうのは
同じ一つの学科の中でこの学科の目的は何であって、それから先生の名前と、それから教授が面接できる時の日にちと時間と、それから先生の教室の番号、先生の部屋の番号ですね。それから9月の何日にはどこどこを読むとか、それからそれがずっと1学期間の日程表が書いてあるんですよ。でいつが中間試験で、最後は期末試験がいつで、それの間にですね、小論文をいつまでの日にちで書いてくれっていうのが書いてある、そういう一覧表が学生さんにみんな手渡されるんですよ、授業の一番最初の日に。でそれを見た時にですね、とにかく来週の水曜日までにはここからここまで本を読んできてくれっていうふうに言われると、大体それが100ページぐらいあるんですね。で私日本にいた時に英語で100ページなんて読んだことないですよね。だけどもうとにかくそれはやらなければいけないっていうことで、もう最初の学期はもう睡眠時間3時間か4時間でしたね。だからもう夜中の2時とかね、それぐらいまでずっと勉強して、それで学校に行ってたっていうことだったんですけども、でその時に僕は同じ部屋にルームメイトがいて、ルームメイトはジェフっていうんですけど、で彼が後で言ってくれたことなんですけども、なんかもう工事は会うたんびに机に向かってると。で寮の中の同じ部屋なんですけども、僕はこういうところで勉強してるんですよね。で彼はこっちの部屋なんで、ずっとまた出ていく時も入ってくる時も僕はいつもそこに座ってて勉強してるって言うんですよ。で彼も僕のそれになんていうのつられてですね、勉強したっていうことを言って、それで最初の学期の彼歯学部の生徒だったんだけど、歯学部の最初のセメスター全部オール A 全員を取ったって言って僕に言ってくれました。でそれぐらいもういつももう机に向かって勉強してたと。だけどもう成績はもうそんなもうついていくだけがもう必死で、もう成績は僕は全然良くなかったわけですけども、彼はアメリカ人で、僕がそうやってやってるのを見て一緒に彼もつられてやって、全員を取ったってオール A だったっていうことなんですけど、そういうことがありました。それで、とにかく向こうに行った時の僕の英語のレベルのいかに低いか、いかにできなかったかということの一つの例をお分かりするんですけども、大学の近くにですね、その居酒屋風のカフェがあって、それの、名前はそのカーニーズっていう店だったんですけど、でそこはもう今もうありません。この間もだいぶ前にちょっと一度戻ってみたんですけども、店が潰れちゃったんですけど、でそこはみんな会社の人とか、その OL とか、それから大学生も学生さんもみんな行くところのなんて食べるところだったんですね。で、そこで僕も勇気出して店に入って、それでアメリカ人の人と同じようにカウンターからずっと列作ってるところ、その後ついてですね、こうやって、なんか物を食べようと思って並んだんですね。でとにかくアメリカ人の人が並んでるところ、こうやってなんていうか黒板に書いてあるので、メニューが。でそれをじーっと見ながら何するのかっていろいろ考えてたんですけど、わからないんですよ、全然。書いてあることは読めてもどういうものが食べられるかっていうのがわからなかったんですね。でだけども聞こえてくる言葉があるわけです。でそれは何かというと、イタリアンホーギーっていう名前だったんですね。でお客さんがみんなたくさんの人がみんなイタリアンホーギーって言うからで何なのかなって、それをもらってみんなまた移動しますので、それを見たらこういうような風で美味しそうだったんですよね。でそれで、イタリアンホーギーか、じゃあこれいっぺん頼んでみようかなと思ったということと、もう一つは注文した後にその従業員の方がわーって喋ってるんですよ、英語で。何を言ってるかさっぱり僕もわからないんだけれども、お客さんが答えている一つの言葉だけが分かったんですよ。それ何かっていうと、everything on it っていう言葉だったんですね。でその言葉は聞こえるわけです。お客さんが言ってる言葉で、そうかと、じゃあそうする実際そういうことなんだなって思って、それ聞こえてて、で僕の後ろのお客さん並んでるから、あんまりまごまごしてると嫌だなって思うじゃないですか。注目されちゃって、それから怒られるんかなと思ったりして、だから自分何を言ったかというと、イタリアンホーギー everything on it と、これだけもう言ったんですね。でそれで
その意味も分からずに言いまして、でそして Everything on it って何のことなのかなっていうのは後になって教えてもらって分かったことは、従業員の人何を聞いてたかと、サンドイッチの上にトマト乗せますか、オニオン乗せますか、あるいはからしをつけますか、マヨネーズをつけますかっていうことを聞いてたんですよね。でも全然分からなかった。何をやってるのか、英語で何をやってるのかさっぱり分からなくて、それで分かったことだけでその従業員の人に話して、そしていただいたのがもうこのぐらいもうコーッとですね、サンドイッチの上にいろんなものが乗ったそんな大きなサンドイッチをもらったという、そういう経験があります。そのぐらいもうできないっていう、そんなレベルだったんですね。でそれで、そんな私だったんですけれども、しかし少しずつそういう、継続してやっていく中でだんだん分かる、少しずつもう分かってくるようになりました。でとにかくこういう形で卒業するわけなんですけども、その中で僕いろいろ助けていただいたこともありまして、アメリカ人の友達でマーク・シェラドンっていうのは真ん中に立ってる人ですけど、で彼は大学の3年の時に他の学校から移ってきたんですね。でだから僕と同じ年に同じ学部になったんですけれど、だから彼と僕はある意味で言って新米なわけです、学校ではね。でそれでもうそういうことで彼も何ですか、いろいろ僕に助けてくれたわけなんですけども、通常だったらなんていうの、英語もできなくて、それから英語もよくわからないものが、僕もノート、クラスのノートを取ってやってたんですけども、でちょうど授業終わった後、いつも彼が僕の寮の部屋まで来てくれてね、それでもうノートをお互いに何ですか、今日学んだことを復習するんですね。だからこんな外国人の乏しいノートと、それから彼が彼のノートを見比べて、それで勉強したわけなんですけど、普通だったらそんなね、僕のようなものと一緒にやってたって、彼にとってはあんまり利益がないにもかかわらずですね、でもいつも授業終わった後僕のところに来てくれて、それで一緒に今日こういう話だったね、こうだったねってことをね、いろいろ助けてくれたっていうのを覚えてまして、本当に助かったなということでですね、本当にマークにも感謝してます。でそれで、こういった意味で友達ができるということがあります。それから、もう一つはですね、私はその外国の学びっていうのはもちろんアメリカでの学びはアメリカ人ばかりではなくて、その外国で学んだ時のもう一つの大切なことは何だったのかなっていうと、日本では会えない、多分日本だったら会えなかっただろうなっていう日本人の人にも外国で会えるということなんですね。でその貴重な機会っていうものがありまして、それがここにあります寒川次夫さんなんですけども、多分日本では会えなかったと思います。でもたまたまそのアメリカに一緒にいた時に日本人だっていうこともあってですね、それでお会いすることができたということです。でこれについては、例えば外国アメリカに留学した時も英語の力をつけなきゃいけないからっていうことで、日本人とは固まっていると英語の力がつかないから日本人は避けようっていうふうな考え方をする人もいるだろうし、それは僕は分かりません。何がいいのかっていうのは、それは個人の判断でやっていただければいいと思うんですけど、ただ僕の場合はやっぱそれができなかったんですね。なぜかというと、まず非常に英語の力が乏しいっていうようなこともあったし、それから日本語恋しさっていうのが、日本語恋しっていうのがありまして、やっぱりどうしても何ですか、寂しくなっちゃうと、いうようなこともあったもんですから、ですから私はいろんな学部に来てた日本人のいろんな人と会ってですね、でその人たちと一緒に大学にはキャフェテリアっていうのがあって、それ食堂なんですけども、そこでみんなと会ってですね、今日はあの人、明日はあの人っていうようなことでいろんな人と話をしまして、でそういう人たちが自分の勉強していることの内容で何を勉強しているのかっていうようなこととか、あるいは人生経験とか、その時は年上の人もいましたので、そういった方たちのその人生経験だとか、あるいは恋愛とかね、あの子に振られちゃったとか、いろんなそういう話とかですね、あるいは
この間あそこに旅行に行ってきたわっていうようなことで、そういういろんなことを教えていただき、話し合うっていう機会も与えられたということですね。ですから、そういう意味で外国に行った時には逆に日本では会えない日本人にもお会いできるっていう、そういう素晴らしい機会があるんだっていうことも覚えていただきたいと思うんです。で、僕たちも今もですね、そのフィラの同窓会っていうのを持ってて、時々会ってます。でそれで、私は向こうにいた時にですね、やっぱり大きなその壁にぶつかりまして、それでその時にその人生の目的とは何なのかなっていうようなね、そういうようなその何ですか、こう考えさせられた時があったんですね。でそんな時にも頭でいろいろ考えていても分かるわけではなくて、それで私はその大学でその聖書の学び会っていうのがありましてね、でその聖書の学び会の時に誘っていただいて、私はそこへ行って、聖書のことを勉強したわけなんですけども、でその聖書の学び会を通して、また今の伴侶であるマーシャともそこで直接会ったわけじゃないですけど、それを通してですね、会うことができて、そして今2人の娘を神様から授かっているということで、素晴らしい人たちとの出会いがありました。ですから皆さんもですね、海外留学かあるいは英語の勉強という、外国語の勉強を通しまして、いろんな意味でその資産をですね、何の資産なのかというと、学問の知識、学問的な知識ということと、それから外国語の能力が高められるということと、それから日本とは違うその異文化ですね、そういうものを経験するということができるということですね。それからもう一生忘れられない、友人に出会う、それを持つことができるという、そういうものが得られる素晴らしい機会がありますので、どうかですね、こう勇気を出して夢を持ってですね、前進していただきたいなというふうに思います。